見えないということ。郡山市 NPO 法人移動保育プロジェクト、上国領龍太さんです。こんにちは。本日はこのような機会をいただきましてありがとうございます。震災を経験して、いくつか伝えたいことをお話しさせていただきたいと思います。私には3人の息子がいます。小学校6年生と小学校1年生と1歳なんですけど、私にとっては自分の命より大切な存在です。ただ、震災後、上の2人とは一緒に生活できなくなってしまいました。今日はご来場いただいている皆さんに加えて、私の大切な子どもたちにも伝えたいことがあって参加させていただいております。たった2つのことなんですけれども、私にとってはとても大事なことなので、話させていただきたいと思います。まず1つ目は、見えないことやわからないことを恐れすぎてはいけないという話です。鹿児島で生まれた私は大学進学を機に、福島県郡山市に、移り住むようになりました。大学を卒業しても鹿児島には帰らず、2011年3月11日、被災しました。数日後には原発事故が発生して、放射能という目に見えない恐怖に振り回されることになります。震災当時の私は息子2人と妻とその両親の6人で生活していました。夫婦で立ち上げた保育園の経営は妻に任せて、私自身は会社を立ち上げて間もない時期でした。震災の影響で立ち上げたばかりの会社は倒産してしまったんですけど、同時に保育園の園児も激減して収入がほとんどなくなってしまったというような状況になってしまい、親として子どもたちのためにどうすべきか、ひたすら悩み続けたというのを覚えています。ただ、多くの県内在住者と同じように経済的な保障がない状況での県外避難というのは決断できなかったものですから、毎日私はイライラしながら生活をしていたのを覚えています。そこに追い打ちをかけるように、息子たちにも変化が現れました。外で満足に遊べない息子たちは睡眠も浅く、食も細くなり、目に見えて精神的に不安定になってしまうというようなことになってしまいました。で、経営する保育園の子どもたちにも同じような変化がはっきり現れてきてしまったので、いても立ってもいられず、一人で子どもたちの外遊びを支援するような活動を始めました。放射線量の低い地域に連れて行って外で遊ばせて日帰りで帰ってくるだけの活動なんですけれども、当時は危険な福島に子どもをとどめるとんでもない活動というふうに罵られたこともありましたけど、利用者は増え続けて今に至っているような状況です。少しずつ協力者も増えて活動も軌道に乗ってきた反面、残念ながら家族との関係は悪化していきました。収入も安定してないのに支援活動に取り込むっていうような状況だったんですね、私自身が。で、一向に状況が改善しないことにまた苛立つというようなことを繰り返してまして、家族に不安や迷惑をかけ続けた私がそこにいた状況です。でも当時の私は見えない不安とか将来への恐怖みたいなものから冷静さをかなり変えていた状況で、多くのことを他人とか環境のせいにしていました。一生懸命やってるのに理解してくれない、その言葉を盾に家族に対して自分を一生懸命正当化しようと必死だったように記憶しています。そのうち家の中でも妻や義理の両親と私の関係が目に見えて悪化していきました。目に見えない不安とか恐怖に、冷静さを欠いた私が招いた結果なんですけど、そのことが大切な息子たちへも伝わっているように感じていました。それでも息子たちの前では毎日必死に笑顔を作ってました。妻や義理の両親にも一生懸命話しかけるようにしました。でもちょっと遅かったんですね。私にとって大切な子どもたちのことを考えると、私自身がそこからいなくなるのが一番いいんじゃないかなっていうふうに半年以上悩んだ末、結論付けたんです。で、2012年の4月、14日なんですけど、残念ながら自分の誕生日に私は一人で家を出ました。震災から1年、私にとって何より大切にしていたつもりの全てを失った瞬間でした。この時、目に見えないこととか分からないことを恐れすぎると冷静な判断ができなくなるんだなということを私は学びました。冷静な判断ができなくなると、時に
誰かを傷つけたり自分自身を傷つけたりすることも学びました。人生には見えないこととかわからないことが山ほどあると思うんですけど、そのことを恐れすぎず、目の前の状況を受け入れて他人に望まず自分ができることを精一杯やる、人生に必要な手段だなと私は教わったと思っています。2つ目は、今目の前にある幸せっていうのは実は見えてないことが多いという話です。数十年ぶりにたった一人での生活が始まりました。当時は自分以外の全てがなくなったとただただ悲しみに暮れていました。夜も1時間おきに目が覚めちゃうし、平日の日中は一人で寄付集めとか協力者集めに走り回って、夜はコンビニ弁当と、唯一お酒が好きなものですからお酒を楽しみに、寂しさを紛らわす日々が続きました。それでも息子や子どもたちのためにと始めた外遊び支援の活動は効果不効果、規模がどんどん大きくなっていったんですね。その頃には毎週活動できるほどの規模になってたので、毎週末20名ぐらいの子どもたちを引率して外遊びさせていました。今もそれは続いています。今までなかなか誰にも言えなかったんですけど、自分の大切な子どもたちと会えないのに他人の子どもたちの面倒を見るっていうのは想像以上に辛くてですね、引率するときは必死に笑顔を作ってたんですが、ふと気を緩めるとどうしても涙が出ちゃうんです。もう40過ぎてるんですけど、とにかく引率中は自分の心のバランスを保つことに集中して引率してたっていうのを覚えています。自分の家族や息子を不幸にするような人間が子ども支援なんてやっていいの？そう言われることが怖くて、今まで誰にもプライベートな話ができずに今日まで至っていました。ただそんな時期が半年以上続いた時、いよいよ限界かなと個人的にも思ってたんですが、心が救われる出会いがありました。それは衝撃的な出会いっていうのは類のものではなくて、ごくごく自然な出会いだったんですけれども、ただ話を聞いてもらうだけとか、ただそばにいるだけとか、今まで全く意識したことがないどころか当たり前だと思ってたことなんですね。そんな当たり前だと思って見過ごしてた幸せを改めて再認識させていただいた瞬間だったと強く記憶しています。ある日突然それまで当たり前だったことができなくなり、当たり前に存在してたものは実はそうでなかったということを私は学びました。今目の前にある幸せが見えるようになると、自然と感謝の心が湧き上がってくるということも学びました。で、感謝の心って万能だったんですね、私にとっては。焦りや恐怖とか、不安とかそういう感情を消し去ってくれました。で、人を許容できるようになって、逆に人から許容してもらえるようになりました。で、今目の前にある幸せを意識するっていうことは、人生をより豊かにする手段だなということを私は学びました。教わりました。改めて震災を経験して伝えたいことがあります。人生は先が見えずにわからないことが多いのではないでしょうか。ただそのことを恐れすぎず、目の前にある幸せにぜひ目を向けていただきたいと思います。もしかしたら当たり前と思っている多くのことが当たり前じゃないかもしれない。目に見えない物事をどう捉えるかで、限りのある人生は大きな違いを生み出すように感じています。なかなか会えなくても元気でいてくれる大切な息子たち、ただ毎日を共に歩んでくれる大切な家族、誰かが生きたかった今を生かされている幸せ、改めて心から感謝しています。今日はこのような場に立たせていただきまして本当にありがとうございました。